皆様 YouTube クラシック音楽道場をご覧いただきありがとうございます。こちらの譜面をお写しにするのがうちの動画のやり方なんですけど、楽譜見ててもサムネイルご案内にあります通り、バッハ作曲のインベンション8番、きっと多くの人がね演奏される曲なんじゃないかなと、こちらのですね、こちらの動画といたしましては、和声ですね。この曲の和声をもう最初から最後まで徹底的になるべく短い時間に済ませたいと思いますが、和声をね、勉強する、和声を分かることによってこの音楽的に、演奏する充実さが増すそういった皆様の、お勉強のお助けになればと思って頑張って一つ動画を撮っていきたいと思います。動画は長いものになると思いますので、こっち下の概要欄に、タイムスタンプといって、ご自分の見たいところ、何小節目がどうなってるかなっていう時には、そんな気になった時にはタイムスタンプをご利用くださいませ。最初のご案内はこんなもんでいいかな。音出してみましょうか。もう楽譜見てると音が見えてくる感じしませんか。一拍目が休みでダイヤタタララララララで両手が揃って転調して、もう転調しちゃったな。転調する前にララ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 ね、ファーの音が、主音となる長調の音楽だということが聞こえてくるでしょう。ファラソラファラソラ、ファーの音が第1音、ファラファドファファファーが第1音、ファーミレドレドシラ、左手もこれはカノンって言って、右手の、旋律に対して左手が追いかけっこをするというのが、これはもう有名な話ですが、とにかくファーだらけですね。ファラファドファファーミレド登っていくね。というわけで何が言いたいんだ。フラット1個のファが主音、見えてるのかな。 F ドゥはヘチョウチョの音楽であると。2段目も F ドゥアでいいかな。でも転調するんですよね。その話はさておき、そうどうぞね、皆様もこうやって一緒にこう書き込みながら、勉強していただくのも、とてもいいんじゃないかなと。どうぞね、一時停止しながら、一日で全部ねやろうとするとね大変だと思いますので、どうぞ何日かに分けてでもね一緒に勉強してみてください。こちらの、ね、動画を見てくださってからレッスンしたい、受けたいっていう方がね最近増えてきてるんですけれど、皆様ね本当にすごい吸収力の速さ、もう素敵なね方々が集まってくださってね、私は嬉しいんですけれど、みんなでね、みんなで音楽上達していきましょう。なんかもうファーだらけなんですね。この曲しばらくはね、ファラテーマのね話をしましょう。早速ですけど、ファもちろんもうファだらけ。ただ上登っていく音の話もしましたが、ファラファラっていうのがファ第3音っていう風になるかな。で第3音があって、第5音ファドっていうのが第5音になって、ファファあと8度オクターブ上がるから第8音とは言わずに、第8音っていうのはファであって、第1音ファと同じだから、和声楽っていうかな、クラシック音楽においては8という数字はね使いません。この8ってこう書くのかな8って書き慣れないから、私ローマ数字の合ってますよねこれで。8っていう書き方はしないよという、こんなこともねちょっとした、基本というかな、なんて言ったらいいのかな。いいや、とにかくね、もう第1音第3音第5音と、もうパラドのねF メジャーというコードネームは私はこの上の方にカッコで、丸いカッコをして書くのがコードネームという風に統一しているつもりです。臨機応変、時々違う場所に書いたりしますが、基本はこう
ですね。で、この F ドゥアにとっての F メジャーというコードネームは和声楽的に言うと、1の和音って日本だとね、こうやって下に1っていう風に書いてありしますけど、私はドイツ和声をこのもう和声ってと一番大事なものだと思っているので、小説のこのね真ん中に大文字の T と書いて、ね、大文字で書くということはこれは長調であるというね、そのうち小文字の T って書くことあるんじゃないかな。話バーンと飛ぶけれど、どこだシッソシ、いいや、その話は後にしましょう。ですね、もうトニカであると。で、どうしようかな、トニカでね、3音、5音、1音とこうやってね、3度、5度、8度ってもうだんだんホップ、ステップ、ジャンプで降りていくっていうような、そんな音楽性を見て取れるかな。これ昨日からね、ここ何日か予習しながら、本当にこれ書くの怖いな。でもね、ホップ、ステップ、ジャンプと登っていくという音楽性は、怖いな。だけど一つちょっとこの登っていくというクレッシェンド書いてみようかな。左手がまた同じファラファドファファとこう登っていくんだという、この赤い、これフリクションのペンなので、ちょっと、高くていいやつ買ったんですけれど、赤で書くのはだからフリクションのペンだから間違えたらね、こうやって消すこともできるんだけど、今のところ間違って書いてないから、赤い字で書いてるのはちょっとこの音楽性という、はい、つもりで書いております。青い字で書くのがメインになるかな。だから和声の抑揚が出てきたら青い字でクレッシェンド書いてみようかな。ちょっと色も考えながらですね、使い分けたりしてるつもりですが、何人だっけ、ホップ、ステップ、ジャンプと。で、これはノンレガートないしスタッカートで弾くのが G 名。皆さん、そうなっておりますよね。スタッカート。ね、ノンレガート、どういう言い方でもいいけど、これはね、なぜ8分音符。一つ言っておきたいことは、こういうのを跳躍進行と言います。この隣り合って隣り合ってる音っていうのは順次進行と言いまして、2小節目がね、これが順次進行、多分字幕出てるからな、だから書くの面倒なので失礼しますが、順次進行の16分音符という、要素が2つ目にあって、なんで2つ目から言っちゃったんだろう。最初の方は8分音符の跳躍進行は、ノンレガート。どうしようかな。やっぱ書くかも。はい。ノンレガートないしスタッカートというふうに言っていいでしょう。で、こちらのね、順次進行16分音符というのはバッハはおそらくレガートというふうに、考えたわけです、考えているというふうに言っていいでしょう。結構ね、今日の撮影の前に他の動画もたくさんね、いろいろチェックするんですけれどねはいはい。でね、この跳躍進行っていう言葉、順次進行っていう言葉はね、使ってる人が少なかったので、ここではね、強調しておきたいと思います。ってことはやっぱり、漢字怖いな。間違えて書いたらかっこ悪いもんだ。大体こんなもんだ。いいか。やっぱりこの言葉大事です。跳躍進行ゆえにノンレガート、スタッカート。レガートの理由としては、順次合ってるかな。漢字気をつけて書いてるつもりですけど、基本苦手です。はい。こういう言葉言語化することによって、なるほど、だからこれはくっつけないで弾くんだ。ファロファドファ、ちょっとねのわだだ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 、なんかまるで逆に弾くとね、へそ曲がりのグレン・グールドひどいことを言ってしまったグレン・グールドっていうのは大天才のピアニストだと思いますが、ちょっとねデフォルメのバッハだと言っていいですか。デフォルメって何か、ピカソの絵を思い浮かべましょう。もう顔が
顔から手が生えてるとか、ちょっとね、なんか全然普通ではない状態に、20世紀のね、第一次世界大戦、第二次世界大戦で人間はもう、ね、すごい壊れてしまいました。その現れとしてのデフォルメの絵画っていうのかな。現代音楽だって聞いててわけわからない。20世紀のそういった歴史的文化的背景があると思うんですが、その時代に生きていたグレン・グールドが戦争にどれぐらい関わってたか私ちょっと分かんないけど、にしても時代の背景ということはね、そういうことは我々知ってて、そういうことに思いを馳せることは大事だと思われます。その時にね、逆に弾くグールドというのは、そういうね、ちょっともう、あえてへそ曲がりの天の弱というかな。だけど我々はね、それを、あまり、真似しない方がいいというふうに、私の師匠、クラウス・シュルデ先生はドイツ人の、伝統的なクラシック音楽の演奏者としてね、それを私は引き継いでいる人間と、自負しております。その時はね、素直に行きましょう。跳躍進行、ノンレガートで登っていくからクレッシェンド気味に考えていいかな。これがチェンバロ、オルガンで弾く。バッハにとってはね、どの楽器で弾くって本当にわからないんですよ。チェンバロか、オルガンか、クラビコードかっていう3つの選択肢があると言っていいかな。この我々のピアノという楽器、正式名称はフォルテピアノっていうんですか？ピアノフォルテっていうんですか？それもよくわかんないけれど、第4の選択肢ですね。で、バッハがフォルテピアノをすでに弾いてたという研究も最近は言われておりますが、最初はね、すごく気に入ってなかった。だけど、割と晩年になってきたら、いや、悪くないぞって言って、もうチェンバロと、フォルテピアノと同時に弾いていたなんてね、竹久玄三先生だったかな、盲目のピアニスト、日本のなかなかの人物らしいですけれど、先生がそういうことを発表されているのを私聞いたことがあります。ねえ、いろんな話になっちゃって申し訳ないですが、何だったっけ。そう、だから、そういった楽器をイメージして、もういいのかな。その時にノンレガートで弾く、レガートで弾くっていうのは、どの楽器でも、音楽性として、我々のこのね、ピアノで弾いても、電子ピアノで弾いても、電子ピアノでね、チェンバロの音に変更して、練習するっていうのは私はね、すごいおすすめだと思います。あるいは、オルガンの音に変更してね、こういったバッハの音楽を弾くのはね、電子ピアノで練習してる方大勢いらっしゃるでしょう。どうぞね、音色を変えてバッハチャレンジしてください。すごい楽しいですよ。もうオルガンの音でね、タララータリラララーラーなんて弾いたら、なんか面白いですよ。今日は余計なこといっぱい言ってますね。で、最後に言いたいことは、レガートで降りてくるわけですね。順次進行でレガートで。だから降りてくるっていうわけで、ちょっとこのね、降りていくデクレッシェンドっぽい音楽性っていうのを考えていいかなと。ファーミレドレドシラシラソファ。もうちょっとです。こういうのも全部カッコしたいな、今日は。カッコで書こう。絶対やらなきゃいけないわけではないです。はい。ですね。そしてもう一個言っておくべきことは、ファミレドラファ。ほんとね、シンメトリックというか、8番目、8度、オクターブまで上がった音はファミレ、5の音、3の音で1に降りていく。で、1、3、5、3、1。いっか。いかがですか？これ綺麗じゃないですか？ 1、3、5で8ではなくて1から降りてきて5、3、1と、ね、両手とも1と1、同じ音ですね。で、左手も全く同じなのはカノンだからね、あえて書きましょうか。はい、3になって5になって、はい、1から5、3、1と降りていくよという。はい。というわけで、もうここはね、135のトニカの和声だらけ。もう、F ドゥアである、そういう和声感以外のことはね、出てこないと言っていいでしょう。ずっとね、まだ5小節にわたって。ね、もうちょっとしつこいから書きませんけど、ファラソラ、ファラソラ、これもファラドーというね、和音が見えるでしょう。はい、5小節にわたって、
トニカが続くというふうに言っておきます。で、初めてここで、ね、ファラソラ、レーという音が出てくる。これがね、ファラドじゃない音が出てくるのは初めてって言っていいかな。間に出てくるファーミレドとか、こういうのはもうね、なんて言うんだっけ、経過音。経過音としてくるんくるん間にね、入ってくる音。経過音っていう言い方すると、もうあまり和声的な意味合いがあると、あまり考えないで、ただ経過しているだけ。例がここにあるじゃないかっていう話ではなくて、ね、拍の頭にレって出てくる。やっぱこれは経過音ではなくて、非常に新しい和声の音。レファミファ、レファラーというね、d マイナーというこういったね和音が聞こえてくるをバッハが意識していたであろうことは、間違いないんですね。こうたったね右手の1声左手2声たった2声で書かれた音楽の中でどういう和音を感じ取るかという、和音として音楽を感じ取る。これは通じ付き通奏低音というね、見ればそういう聞いたことありますか？難しい話になっちゃいますね。左手のバスだけね書いてあってここにね数字で上につく和声をね、意味するっていう、それが非常に難しい、バスとあと我々ピアノ弾きもねそういう仕事をするんですけど、とにかくたった一つの音から何も書いてなかったらファーがあったらファラドなんだなっていうね、何も書いてなかったらでね、こうやって数字付き通奏低音、多分私も詳しくないんだけれど、多分こうやって横線書いておいたらもうずっとこれは1なんだなっていうそういう文化があります。要するに考えていることは和音であると。だからここにね、ファー、レファミファレファラというレファラの和音を感じ取るということは、バッハを弾きながらも大事な、感覚となります。今はね、トーン企画さん出版の、インベンションが大変、流行していると思いますが、ね、これを和音に、左手で和音にして弾いてみましょうっていう、そんなテキストもあったりしますから、ね、いいと思います。ああいうのね。本当、日本はね、日本の音楽教育、すごい、世界に有数の、すごい高いレベルの、音楽教育、我々の周りにあると思います。当ね、クラシック音楽道場も、そこにね、一つ、また一石投じて一緒に日本の音楽教育の、レベルアップにつながっていけばいいかなと思っております。っていうところで一つご案内かな。応援していただける方はグッドボタン、チャンネル登録、どうぞ、よろしくお願いします。通知設定を常にオンってしていただくといきなり始まる音楽ライブ配信などお見逃しなくご覧いただけますとチャンネルでは実用和声完成期と称して実際の演奏に活かせる和声の勉強をご提示しようとしている次第です。和声をよく分かって演奏したいといった方々のピアノ勉強の参考となりましたら幸いですと。私きれいにまとめてるじゃないですか。ここに動画は長いものになると思われますので概要欄のタイムスタンプをどうぞご利用くださいませ。で、分かりにくいことがありましたら YouTube の巻き戻し機能も使ってどうぞ何度も、繰り返し見てみてください。あと書いてないけどメンバーシップへの登録もねどうぞご検討ください。月会費がかかりますが、そこで過去のね普通には見れない過去の動画やあるいはサポーターズクラブっていう一番ね月会費の大きなものですが、でもねそんな高いわけでもないんだけど、そっちに入っていただけましたら一番助かります。するとね本番の、極秘マル秘のたくさん本番映像、私本番映像は YouTube にほとんど出してないんですけど、そういったものもご覧いただけるシステムがあります。ご検討くださいませ。皆様の、ご参加を心より、歓迎お待ちしております。というわけで6小節目で初めてレファラーが出てくる。やっとねクラシック音楽道場っぽくなるんだぞ。レファミファレの音はこの F ドゥアの主音から数えて第6番目の音になるんです。
なのでこれは6と。で、246和声解析法という方法を、私は提唱しておりますが、この、ね、他の動画でも全く同じことを言っております。クラス・シュルデ先生、直伝の和声っていうかな、6の和音とも言っていいんです。この F ドゥアにとっての、日本式に書くと6。で、この246というサブドミナント系の音に向かって、ちょっとこういうクレッシェンドマークをね、書いてみるという。はい。これ、初めて出てくるレ。ちょっと気をつけて、ちょっと強調するつもりでね、この角度もね、私気をつけているつもりですが、レ、ファミファレ。ちょっとこのレって特別感がありませんか？本当にね、初めて出てくる大事なレの音。ね、非常に、なんて言ったらいいのかな。はい。意識してみましょう。そして、どうしようかな。レの音があって、レシファレララ。ここでね、シのナチュラルが現れますよね。これというのは、シ、ソレ、シ、ファレ、シ、ソレ、シ、ファ、ソ、シ、レ、ファというね、G7 という、和声に聞こえるはずと。はい、なんです。これはですね、先弾いてみればわかるけど、おしまい。というわけで、ここで見えるかな？おしまい。このドの音が第一主音となって、こうフレーズがおしまいになることを前終詞っていうふうに私は言ったりしますけど、おしまい。どの音が主音となるハチョチョ。セードゥアに、もうこの楽譜ですと、この3段目、4段目はもう、で、5段目も見えてるのかな？よいしょ、こうか。5段目もね、ドシラソね、ドの音が1音。ドミドソ、ドミドソ、ドド。こうやってテーマが現れますよね。今日テーマは私はちょっとこうやってね、クレッシェンドマークを書いて、で、ドミドソ、ドドとこうやって、あとカッコするんでしたっけ？ドシラソファミ、どうしようかな。カッコ。で、降りてきたりとか。はい。でね、こうやって登ってく、ドミソミドソミ、こうやって和声変わってきますが、はいはいはい。ちょっとあんまりこのクレッシェンドの書き方な、怖い、気に入ってないな。いいや、それはさておき、音楽の方向性を感じるぐらいな言い方でいいかな。ここは後で説明しますが、とにかく何でしたっけ？セードゥアイの転調ですね、をしていると。で、ここで、どこで転調しているかの問題。死のナチュラルが現れる。ここに転調と考えるのか、それともですね、ここ、前なんですよ。難しいこと言うかもしれませんが、でも、これね、あんまりそうでもない。このレファラーっていう d マイナーというのは、F ドゥアにとっての6の和音ではあります。が、同時に、その先、ツェードゥアにね、転調することを我々、こうやってね、もう突き止めているわけなんです。和声を分かるようになる一つのコツとしては、その先のね、この、ドミソで終わってるなっていう、先への転調の予測を立てながら、こう、後戻り、なんて言うんでしたっけ？逆戻りじゃなくてね、その、行き先を想像している上で、逆戻りで考えたときに、レファラーの音というのは、セードゥアにとっての和音でもあるんです。セードゥアにとってはレファラは2の和音になるという。そう。こういうのをエンハーモニック転調と言います。6の音、2の音、いずれにしろ、これは、サブドミナント系の音ということで、ちょっとだけね、大事になる。もう最近書いちゃうんです。サブドミナントの
音になってるなという、だから F ドゥアの6の音でもありながら、ツェードゥアへもこうやってね、同じレファラの d マイナーを使いながら、実はこの時点でツェードゥアへの転調の準備ができているという、ここでパッとね転調するのではなくて、もうこの時点での転調、エンハーモニック転調、いかがでしょう。こういうふうに詳しく、細かく、和声を考えていきたいと思います。この時点でね、ツェードゥアの4の和音だと F のコードネームが、そこまでは考えなくていいと思うんだ。このレファラーのレがすごい特別感がありますからね。初めて出てくる6の音は同時に転調という、機能もあるんだよ。たった一瞬ですけれどね、一瞬のことだけど、しれっとね、ツェードゥアへね、転調する。これはバッハのもうルールというのかな。バッハ先生は、F ドゥアにとってのファソラシド5度上の調、続調への転調というね。どうしようかな。一回もう青で書いちゃうか。続調へ転調するというのは、バッハの本当に、もう9割方のもう長調の曲だったらね、もう9割方以上、そういうバッハにとっての常識、ルールというふうになってるって言っていいのかな。それをね、もうこのルールに従ってバッハ先生はここにいらっしゃいますけど、一生をね、過ごすんです。でもうちはね、隣ベートーベン先生がいたり、ショパン先生がいると、もうこの常識、続調転調の常識を超えて、何ですか、3度調へ行っちゃうのとかね、それはもうベートーベンの悲壮ソナタなんていうのは、とセイモールからの平行調の同主調 S モールになるっていう、何ですかその第2テーマは。とんでもないところ転調するんです、ベートーベンでもすでに。だけどそれはこのバッハの築き上げた続調へ転調するという音楽の、非常に常識というかな、その常識があったればこそ型破りをしたのがベートーベンであり、ショパンであり、リストであり、そしてね、ショスタコービッチでありね、プロコフィエフもどんどんぶっ壊れていくんですけれど、ね、常識があるからこそ壊せるという、型破りできるという、よく言われる芸の道の話ですよね。なんかすごい高尚な話になってきたかな。我々バッハでこの常識を我々も培いましょう。なるほど。エンハーモニック転調の続調転調、こんなシンプルにいくなんてバッハ先生、作曲がうますぎます。すごいです。この曲はシンプルな中にもう最高の和声の勉強になるというふうに言ってもいいかなと。お話が面白かったらどうぞもう一回グッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。よう喋るな今日は。というわけで、最後にちょっと弾いてみましょうね。ファラファラドラファドラと登っていったりする。でファラドファドラと登っていく。でもう降りていくっていうのはもうあまり書かないでいいかな。はい。跳躍進行と順次進行と、くる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 。で、初めてがここで変わって、実は転調もしてる。という風に先に行くわけですけど、さて、ツェードゥアになりました。ね、続調転調でね、いいんですよ。ここで、よいしょ、これで見えてるかな。問題となるのが、レソレシファレソソシレファという音が G7 スで、ツェードゥアにとってのドミナントの7、属7の和音になるというふうに言っていいかな。ソラソファソシレファ、この瞬間も8小節目の1拍目。これもね、G7 ス言っていいかな。ソラソファソシファ、ファがあるというふうに感じ取っていいでしょう。経過音というか和声音というか、そこら辺は臨機応変にソシレファを感じる。はい。属七ですよね。同じです。ソシレファ。ミファミレミドミソファミレド。ここにドミソというね、まさにツェドゥアの、手話音、トニカというのが見える。
というふうに言っていいかな。で、その次なんですよ。ドレドシのフラットが入るあるんですよね。せっかくナチュラルだったものがねフラットになる。ドミソシというのは C7 という属七の和音になる。ってことはあれまた F ドアにまた戻ったのかっていうこういう考え方をね、するのは簡単なのですが、当クラシック音楽上はねうまく言えなかった。一歩先を行きますせ。行きますせ。ドレドシラ。もちろんドミソシっていう和音はラファラドの F というね F ドゥアの手話音を目指しているというふうに言ってもいいんだけど、だからここは F ドゥアへね、じゃあ書いてみましょうか。転調してこう、トニカ。そう F ドゥアだとするとこれは属七トニカというふうに落ち着くわけです。今日初めて書いたかな。ソラソファミ。いや、じゃあ書いてみましょう。ソラソファミファミル。一瞬の属七トニカという和声感をね、こうやってね、属七からトニカな一瞬の落ち着きというものをね、ちょっとでいいよ、ちょっと。っていう、そういった和声の力があるわけなんです。というと、ね、これもまた落ち着きと考える。でも、レド、シド、シラ、シド、シラ、ソラ。ね、またでも2拍目に9小節目ですけれど、またシ、ソ、シ、レ、ファというシのナチュラル G7 スがね、あるというふうに、まあ長く G7 スが続く。なんかペンが出にくくなってきたな。大丈夫かな。世話しないんです。じゃあここでまたセードゥアに戻ったのかって考える。こういう転調はね、ちょっと急速すぎる。ここで一皮むけた、一段上の、和声の考え方を言ってしまいます。転調とは考えない。ここでね、2回減衰するというのは、ちょっとね、これはね、F ドアのまま考える。するとここはファラドはセードゥアにとってのヨドの和音になると。この4っていうのは、サブドミナントとして246和声解析をサブドミナントへの盛り上がりを感じる。こうするとね、うまいこといくんです。ね、ドミナントトニカちょっと落ち着いたかな。いや、行く先は4だったんだと。そうか。じゃあ今度4へ行くためにドミソシっていうのが用意されている C7 スが、これをヨド調の5度と言います。はい、難しいですね。ヨドへ行くための、5度ドミナント、はい、この日本のでもこういう書き方しますよね。ヨド調の5度。はい、これはヨド調の5度からヨドへとね、ちょっとこの盛り上がりを感じるというこの和声感を私はご紹介したいと思います。オレシファレドで、ヨド調のヨドでというレドスでリドシラソね、ヨドからレドシドシラソ、このシナチュラルというのは、もう同音というね、導かれる音と書いて、この同音があることによって、同音主音、これは、ドミナントというね、和声の、一番力の源となるというのかな、根幹となるこの同音っていうのはね、ドミナントでしか現れない音。パッとね、またドミナントになるんだなと、 G7 スの和音を感じるのはドミナントという和声を感じるのと同じ。こうやってね、コードネームから和声感へとね、音楽の感じ、どういう感じがするのかな。これはドミナントっていう感じのする和声。ドミナントっていう感じで、ちょっと落ち着きがあるかな。どこ行くんだろう。ヨド調の5から4へね、ちょっとちっちゃな盛り上がりを感じてる。ドミナントがなく続いてというね、ミファミレドと落ち着きましたね。ずれてる、大丈夫かな。はい、1の音にね、ミファミレドと落ち着いた。
終わったのかな、ドレファミレド。ところがここがまた次の話いきます。10小節目。なんと左手はミファミレドシラは第6音ですよね。このフレーズが終わってるように見えて、バスがね第6音で伴奏している。このソミファミレドとね、5から1という伴奏ではなくて5から6へ、あららら、もうしつこいかな、5から6へ行ってるという、そういうふうにね、大雑把に見て言っていいと思います。これは全周詞とは言わずに偽周詞と言います。この10小節目にはちょっとこのラの音の第6音、偽周詞的なね、こういう和声感の面白さというものを感じ取りましょう。非常にね、こうミファミレドおしまいになっているようで、あれまだもう2小節続くよという和声感があるんです。ここがね、ここから先難しいんだな。あれがドミナントでね、義手詞おしまいと、となるわけですが、これ左手の説明を先にしちゃうと、そうっていう、その音はね、レシドミナントっていう和声になってるかな。ドミナントで9分になっちゃってますよね。あらら、あれね、ここで終わるって、すごい中途半端な気がしません？起立気をつけれ。いつまで、いつ着席する、いつ治るんですか、いつ着席するんですか、着席、よかったよかったという、このねドミナントで止まっちゃうっていうのはね、それもう終わりたいのにいつまでそうしてるのっていう、この中途半端さな音楽性を半周詞と言いますね。半周詞でフレーズが終わっているというふうにね、左手は考えましょう。で、半周詞の後にドミドソド、このドっていう音はだからおしまいの音ってね、無理に5と1をつなげて考えなくていいです。右手はドミナントトニカーっていうふうにね、起立、礼、着席、もうパッパッと終わって、はいはい、挨拶おしまい、さっさっとね、さっぱりしたもんですね。これが全周詞という、音楽性と半周詞という、音楽性。左右のね、手でちょっとずつ違いがあるわけです。こういったことを引き分けるようにするのも、バッハがこのね、インベンションで、たった2本の手を使って、2本の2声を使ってですが、こういった音楽性というものを奏でられるように勉強していくのがインベンションの目的じゃないかな。6義手詞でね、ミファドミドおしまい、246を探していきます。10小節11小節、ここがね難しいんです。ちょっといや別に何が難しいか最後に言うと思いますけど、ミファ、この1拍目のファの音がね第4音ですよね。で左手もそっか、そう246先に見つけるかな、すると左手にもあるんです。で義手詞の6のドファレド、こうやってそれぞれの拍にラシラソファ4音2音っていう風にね、642が順番にちょっとラシラソファソファミレミレと出てくるんですよ。この義手詞大事だ。でもね、これ強調しすぎることもできないから、カッコしておきましょう。あんま綺麗に書けてない。この義手詞もね、ちょっとだな。大きくね、ドヤ顔で書いちゃったけど、そんな強い義手詞をね、ここでラってミファミレドドセドミファドもしミレド、こうやって長い音で書かれてたらザ義手詞でもさーっとねいっちゃうのでカッコにしましょう。ちょっと仰々しく書きすぎちゃった。でもね、義手詞ってねやっぱ面白いのでね、ついこうやってね、今日はよく喋りますな、楽しくてね書いちゃった次第ですが、でもカッコでいいです多分
ぐらいのミファドミ、そうなんですよね。そして和声の話だね。ね、両手、どうしたらいいかね。ここなんです。ここのミドソミドっていう、ここの11小節2拍目の説明。これはコードネームで言うとドミソという C メジャーに聞こえます。C メジャーっていうのはツェドゥアにとってのトニカっていうふうに思いますが、なんで私こっちに書いたか。当クラシック音楽道場並びにドイツの和声感で言えば、ドイツに限らずもね、ショパンもそうなんですけれど、クラシック音楽の伝統的な考え方として、このソの音が第5音であるという。5っていうのはドミナントであるというふうに、言われる音なんですね。でも、ドミソっていうトニカの中にもドミソのソはあるんですけど、このバスに第5音があった時、ドミナントっていうのはソシレというね、G メジャーの音が普通のドミナントなんです。ところがそれをこのソシレのソから数えた第3音シを1個上げて第4音のドにする。ド4音で、ソシレのレ第5音を第6音にパワーアップさせるという、ドミナント四六の和音であるというね、あえて4、6にね、わかりました今のパワーアップしている。どういうふうに書こうかな。ミファファドファドミ。よし、このミレドソってね、ちょっとこう左手が上がってきてるからね。和声ってやっぱ左手が和声感をすごい担うっていうのはあると思うので、右手はメロディー、左手はバスであり和声感。そんな風にちょっと感じると、ここにね、でもこれ皆さんご存知のサブドミナント、ドミナント四六、属七、ドミナントトニカという、このハノン先生のカデンツに四六出てきてるんですよね。これをね、大事に考える。これをトニカっていうとね、落ち着いて聞こえちゃうんですよ。だから私は×をしています。はい。ドミナント四六は一度の2点って日本では言うかもしれないけど、一度とかね、トニカって言葉をあえて使わないで、あくまでもドミナント四六の和音っていう数字付き通奏低音だと、もうここにね46って書いてあったりするんです。こういうふうに5の46って書くと、ここら辺もうねちょっとごちゃごちゃになっちゃうから、よいしょ、ちょっと別に書こうかな。ちょっとね、はいなんて言ったらいいのかな。よいしょ、ちょっとこれは消しちゃおうと。第5音の上に乗っかってるドミナント四六。そしてもう一個厄介なことを説明したい。この2拍目四六って大事なんです。この降りてきてソサミはソッソ、これ結構ねちょっとこのレミレレグロソサミ、ここに私は音楽的なねちょっと大事なアクセントというか、こうテヌートを感じるんです。そこでもう早くめに言いますね。この曲3拍子です。2、3、4、5、6、3足す3と思いきや、ここにはドシドシド、このね、もっと難しいな。ここの特に2拍目かな。ドシドってね、一瞬、いや何が言いたいか。ここの義手詞して2拍目があって、義手詞の後の3拍目4とちょっとこうやって落ち着いて、特に左手なんだな、こうやってね2つまとまる。34で56がまとまる。今分かったかな。1、2で3、4、5、6っ
っていう2拍子が121212というね、この3拍子の曲の中における、これがシュナイト、ハンス・マルティン・シュナイト先生、ちょっとどうして頑張れ、インク持ってくださいからの書き方、この四角で囲って間にテヌートテヌート2拍子2拍子、こういった、うわーどうしよう、これ赤ペンなくなっちゃったのかな。ヘミオラという3拍子の中で2拍子2拍子という拍子の違う、拍子感の違う音楽性が現れているのではないかという。でも これカッコだな。ここはねカッコ。これはちょっとでもちょっとしたこだわりでもなくてね、とにかく四六がここすごく大事に感じません？これにはちょっとしたヘミオラ的な要素もこの中に含まれているんじゃないかという小難しい話でした。いやー大変な勉強ですな。はい、シンプルな曲に見えていろんな音楽性があります。淀調のこと、淀ドミナント義手詞でちょっとヘミオラっぽいカデンツになっているということでした。というふうに先に行くわけですね。はあ、変な汗かいてきた。よいしょ。というわけでもう一度しつこいかな、グッドボタン、はい、もうチャンネル登録はしていただいてるかな。ここまで見てくださる方は今一度グッドボタン押し忘れないようよろしくお願いいたします。先行きましょうね。ここはもうテーマでいいですね。12、13、14小節、15小節がこれがね、有名なね、こうやって和音を探すとファラドミというこういう、和音が聞こえる。ファシャープが一番下にある。だから F シャープ、小文字の F シャープ、こう単3度の音があるときは私はね、小文字を使うっていう、コードネームでも小文字を使うつもりでいます。だけどマイナーじゃないんです。 F シャープマイナーではなくて、このね、この完全5度が下がった弦5度となっている。こういうのを英語ではディミニッシュと言ったりしますね。で、ディミニッシュの弦7度というね、ファシャープミフラットは弦7度、こういうのはディミニッシュセブンスという弦7の和音と言われるね、そういう和音が出てきております。弦7の和音、はい、というね、非常に不気味な、これはバッハが非常によく使うと言われている、音でございます。で、ここだけで見てもね、じゃあこれはどこへ行くのってね、結構分かりにくいと思うんです。だから先ほど申し上げました通り、その先どこ行くかのベレードズオーシソレソソファミノミドドセドセラソっていきますよね。その先に待ってるのは、よいしょ、ソシレね、これはテーマですよね。ソの音が主音となる単調ゲーモールという風にねを目指しているということがわかるはずです。で、なのでこれはね、セードアで考えるとややこしいことになるんですけれど、ゲーモールのとして考えたときには、このソラソレファラ、この F シャープディミニッシュというのはちょっとここはねさっと言わせてください。もともとはね、レファラドミーっていう D シャープ7ナインスっていう音の根音省略形が F シャープディミニッシュセブンスになります。根音省略という考え方で、このレファラドミっていう音は、ドミナントのレファラド属7で、単調のこの単9度の音の出てくる単調のドミナント7、9、属9の和音というふうに
言えるんです。その根音省略形とするいう、和声の考え方をすると F シャープディミニッシュセブンスというものが何だかが分かってきますという。いかがでしたでしょうか。分かりにくかったら、繰り返し巻き戻して聞いてください。どうしようかな。なのでね、ここはドミソのツェドゥアからいきなりのゲモレの転調って言っていいんじゃないかな。で、このね、もう転調したこの緊迫感っていうのをね、ぜひ246でも書き表してみたい。すると、ゲーモールにとってのミの音は第6音なんです、これ。ゲーモールの。これ、ね、ドミ、テーマとして登ってきてるようで、テーマの後半っていうかな。これは転調であり、第6音であると。ね。で、ドーシラソファミはミミレドシドラード。このね、右手に関してはドの音が、第4音になる。ミファミレド。こう降りてきながらね。さっき私デクレッシェンド書くの躊躇したのはね、ここはね、転調が待ってるんです。エンハーモニックって言わなくていいかな。もうここでいいかな。ただね、ここのインパクトというのはこうやってね、転調、単調の絵の転調であり、原七の和音であり、で、4音、6音という音でインパクトを表現しましょう。ミとソとドロアルトに肩をで転調。どうしようかドラドラシドラドラドラシソレソソドラおしまいポッポッポピッポドシドティトティトン。右手をですね、ドラおしまいという前終詞っていうふうに考えていいんじゃないかな。ちょっとだけこの、はい、左手はよいしょ、いいか、先へ行きましょう。いやー、今日は進みが一段と遅いな。だけど大事な勉強いっぱいできてるから、もう時間を気にせず、慌てず行きたいと思いますね。ドシドラシ、このシの音っていうのはソシレの G マイナーの和音のね、第3音っていうのはもうトニカとしてしかるべき、ね、小文字の T って書きましたね。はい、第3音っていうのはトニカにしか現れない音なんです。なのでもうザ・トニカ、右手がこうやってドラシ落ち着いている。でソシソレソソってこうやってテーマで上がっていくわけですよね。ここから先はないでしょ。というわけで、ただ左手はちょっととソファミレミドスラスラソっていうテーマのこの降りていくと言っていいかな。ソファミレミレドシドシラソと。でね、こう先ほど勉強したように冒頭とねのこの形をしているわけです。こう降りていく形。はいはい。なのでね、こっちにはね、前終詞とか考えなくていいと思います。左手には。右手には前終詞を。ちょっとだな。ちょっと、やっぱり、かっこでいいや。ドシドラドシドラドラちょっとだけドレソね、この先はないでしょ。かっこちょっとだけの前終詞を考えましょう。無理にやりすぎるとね、音楽が止まっちゃうからね。はい、転調と和声について説明できたかな。はい、ドロロロセンデソレソロロロロ。なんだこれは。なんだこれは。ここは知ってますよね。ここはね、ここから音が違います。何を私は弾いてるんだろうと。でこれでもうご存知の方もいらっしゃると思いますが、プレアンブルム4番ってこの曲書いてある。何なんでしょうこの楽譜はっていうと、もうちゃんとお見せすると、バッハの
バッハはバッハでも、クラビア・ビュヒライン・フュア・ヴィルヘルム・フリーデマン・バッハ。ウィルヘルム・フリーデマン・バッハ、長男のための音楽帳というね、長男のために一生懸命、バッハ先生がね、一冊こしらえたわけです。これが表紙だそうですよ。ね、その中に、プレアンブルムとして出てきたのがインベンションの初期の形だそうです。だから、ね、これ8番のインベンション、ね、ですよね。後ろに、こちらはインベンションの楽譜。8番のインベンション。なのにね、こっちだと4番。だから、なぜこの楽譜にこだわって使ってるかというと、1番のインベンションがね、こうやって1番ってなってる。2で2世って意味ですけど、こういうことで。1番は、セドゥは1番。2番、プレアンブル2番っていうのが、ほら、デーモールというね、インベンションでいう4番になってるわけですね。で、プレアンブル3番が、A モール、インベンションの7番。で、8番 F ドゥアのはずが、これが4番。で、5番というのは、ゲドゥアになるんだ。これは何番でしたっけ？ 10 番になるのかな？こうやって、1、4、7、8、10、13、15。で、あと逆向きになるっていう、今字幕に出てると思いますけど、この順番で、バッハ、インベンションは弾くといいよって言われる。その順番の正体がプレアンブルム。長男のためのヴィルヘム・フリーデマンバッハのための音楽帳に書かれた順番だっていうことを、皆様にお見せしたいからこの楽譜を使っていると、なんとね、この下りがないんです。ここですね。この左手の伴奏が違いますけれど、やりたいことは、よいしょ、こちらで両方揃ったかな。これがインベンションの楽譜、お手持ちの楽譜と、ね、これ、21小節までのね、4小節追加されてるんです。はい。だから、ね、インベンションになった時に、この、ゲーモールのテーマを付け加えて、テーマをね、2回やって、またここで原七の和音、トニカになって、で、この、もともとある形、こうやって付け加えたわけなんですね。というわけで、ちょっとお見せすると、よいしょ、大丈夫かな？どうやってお見せしたらいいかな？ここはね、予習というか、以前からので。見えにくいな。やめた。よいしょ。こうしよう。そうね。トニカということを言いたいわけです。書きましょうか。この1、ゲーモールの1の音。ソファミレにね、1から降りてくれて、ソシレ、このテーマと一緒ですね。あらかじめ書いてありますけど、ソシソレソソーと登っていく。ソファミレミドセドシラソと全終止するっていう音楽性があって、登っていて、で、ソシソレソシレシソレか。で、登っていった先が、そうか。セドドミソシという先ほどの原七出てきましたよね。この場合はドシャープがC シャープですね。が根音となったディミニッシュセブンス原七の和音。っていうのはドミソシはレファラのトニカ。デーモールとしてのトニカに、落ち着いてると言っていいかな。落ち着き書くの難しいからどうしようかな。いやー、難しいな。ほんなっちゃった。トニカへの落ち着きを感じようかな。和声だからやっぱりごめんなさい。これ赤じゃなくて、和声に関しての抑揚は気分じゃないから、青で書こう。やっぱり。だけど、今日カッコ多いですね。この曲ね、進みがいいからね、そんなズバッとね、全終止とかね、なかなか感じる瞬間ってそんなないんですかね。くるくる
動いていく音楽というわけでデモールへ転調しているんだよという話でした。で、なんだっけ、だからそのどこで転調しているかの問題ですが、ここで考えたのがここディミニッシュでいきなり転調したと以前私は考えていたんですけど、最近ではソシレシソレ、このゲーモールのソシレというもちろん G マイナーというね音なんですけど、この G マイナーはねいよいよデモールとのからの4度の和音サブドミナントというねここはねエンハーモニック転調してるというふうに考えてもいいんじゃないかなと、感じられたところなんです。ここは以前はそうなんですよ。単調サブの単調同士ゲーモールとデーモールだから別の楽譜だったか、先ほど書いたところはここねツェドゥアから急に原子へ転調するっていうところ。よいしょ。先ほど書いたのはこっちの楽譜でした。この場合は長調なんですね。C メジャーという和音から G マイナーへとね初めて単調になるのはこの瞬間だから、このドミソっていうここではこの瞬間のエンハーモニック転調は私はあんまり感じられないかな。ここは長調だったのが単調になる。やっぱこっちでの転調と考える。ただけどこちらではね行く先もデーモールでもその前もすでに単調だから、このソシレの和音の最中にもうすでにゲーモールヨドの和音へのヨドの和音へとエンハーモニック転調している転調のクレッシェンドというものをね一つ感じてもいいかなというふうに書いてみた次第です。難しかった。転調で原子ねでもう書いてあるけど以前書いてあるけど C が第6音へのクレッシェンドですね。ここの下にもねこの下ってじゃないこの段の終わりにも6って書いておかないとねこの気持ちがクレッシェンドの気持ちがね用意できないのでねここにも書く。で行った先ここが6だっていう2箇所に書くっていう用意周到な、ことを私はしたいと思っております。シドシラソが第4音だよって言ってねしっかり狙っていきましょう。転調してでトニカになってねラフはここまで全集しって言ってる時間はないと思う。これレファラーのトニカなんです。はい。でもねちょっとこれを感じてる時間はないのでねあえて書いて消しておきます。でパッとソロラソファソシソシレっていう G マイナーを感じていいかな。これはデーモンルにとっての第4音でありシかOK第6音という、4と6の音でサブドミナント系ということでちょっと大事にね感じてみましょう。でこっから先のさあ21からの説明をしましょう。こっちの楽譜使わないとだなやっぱり。ここには G マイナーという和音を感じる。でドレミドねこの 2,3 拍目ではドミソシという C セブンスという和音でドミソシがファラドっていうね F メジャーに、落ち着くっていう和声進行いいですよね。まるでね F ドゥアに転調したように、感じてもいいんじゃないかな。これが変な和音ですよね。シドレシレファラというね、なかなか難しい B ディミニッシュのディミニッシュセブンスっていうとラフラットになっちゃうんです。だからこれ見えにくいけど B ディミニッシュのマイナーセブンス、ちょっとこれはね間違いよいしょ。この下に書いているこのぐちゃぐちゃは私間違えて書いちゃったのかな。違う真横に書くともうダメだ。
真横に書くと減七になっちゃうからディミニッシュセブンスじゃないです。 B ディミニッシュのマイナーセブンス単7度がついているという、そういう和音になっているという。今ちょっとそこで先に行かせてください。シレファラこれはミソシっていう難しいけど E マイナーっていう風に言ってみましょうか。で次は A セブンスラドミソがレファラっていう D マイナーへと落ち着くっていう和声感はありますよね。これはですね、もうちょっと書いてるけど書いて消しちゃったのか、なぜだろう。属七でトニカという和声感になっている。でもまだ続くのかな。シレソファ G マイナーソファセブンス、いやどっちでもそれはで、25はミド C ドミナントロドで F メジャーになって、で F セブンスからのシレファのねベドゥアイの転調と言っていいかどうかは後で考えましょう。ベドゥアイのでね転調したようにも見える。何が言いたいか、これはね同じ似たような和声進行でソファミレドンドシラソファファミレドシラソファミミレドシララソファミレ5度下へ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 とはこれでいかないんだけど、今の分かりました。こういうのをドイツのクラシック音楽ではクイントファルという5度で落ちていく5度のファールはねクイントフォールフォールって滝って意味があるんですって。これを日本の某先生が5度の滝というふうにね訳された人がいるそうですが、これ巷では一般的には日本で全然、通用していない浸透していない和声の言葉5度の滝。でもねドイツ語だとクイントファルっていう、英語だと2-5って言うんですか。この間チラッと聞いたんだけど、ソラシミファソラレミファソラレミソラシミミこうやって動いていくのに近いかな。ゼクエンツというふうに言ってもいいけれど、そういうふうにねバスの音がソファミで5度下、ドからファに5度下、ドからファからシナチュラル、これは弦5度下、シナチュラルからミに5度下、ミからラに5度下、ラからレに5度下、レからソに5度下、ソからねド5度下、ドからファ5度下、ファからシ5度下。長いこれは非常に長い5度の滝というふうにゼクエンツというふうに言っていいのかな。でそこで和声考えます。ロロロね、これはデーモールのままです。ですけれどデーモールのなんだっけソシレーはだからヨドの和音っていうふうに言っていいか。だからヨドの和音っていうのはドイツ風に書くと小文字の単調のサブドミナントというふうにサブドミナントっていうふうに考えていいかな。で C7 ドレミデーモールにとってドシャープっていうのが同音というね非常にデーモールの大事な音になりますが、ドシャープじゃなくなってドになってる。ドのナチュラルってことはこれはもうねデーモールじゃなくて書いてあるけど F ドゥアだっていうふうにね、書いていいのかな。だから F ドゥアにとっての属七ドミナント7っていうふうに言っていいかな。で F ドゥアにとっての、ね、ファラドファミファラはトニカになるという。で転調って考えていいでしょう。ちなみに黄金分割ってここに書いてありますけれど、この曲31234小節に 0.618 という黄金比の、パーセンテージをねかけてみると 21.012 になるのかな。というわけでこの21小節というのがこの曲のね黄金分割という。でそこにねこの黄金分割ここに入った時に長いね滝に
五度の滝が始まる。ここに黄金分割がぴったり来てるって、バッハすごくないですか？偶然か必然かわからない。プレアンブルの楽譜ではね、この4小節が省略されていたのにね。まあ省略されてても多分黄金比になるんだと思うけど、この4小節足すことでさらにこのね、形が美しくなったのかな。バッハが計算したのか、天才的な勘によるのか、4つ足すぞ、足した方がいいっていうふうに。わかんない。もう大天才です。すごいと思いません？何度も言っちゃうけど伝わります？このバッハのバランス感覚。黄金分割っていうのは、我々のこのね、ちょっと話が長くなるから成長の証。おへその位置なんです。我々のおへそだったり、おへその位置に重心がある。そのおへその位置っていうのは上半身が4とすると下半身がだいたい6というね、長さでね、人間の体のそういうね、神の数字、神が作った我々の人体って神としか言えないと思う。誰が作ったんですか？お母さんが作ったから生まれた体。そのお母さんのお母さんがお母さんのわけがわかんないね。まあ誰かが作ったんですよ。まあ一応神様ってことにしか我々は説明ができません。それに関わるね、数字、それをバッハは作曲でもってもここにね、そういう大事なところを置いたという非常に印象的なことです。で、ここから黄金分割で滝が始まる。一瞬ね F ドアになっているんですけど、滝って大体そうなんです。単調だった滝が一瞬長調っぽく聞こえる。でもシレファラっていうのはこれは何とも言い合いなファミファラシド。またねドシャープが出てくるからデモールにやっぱりまた戻るって言っていいかな。でその時に C の音というのがちょっと変に消えちゃってるけど、第6音としてね C のナチュラルちょっとこれ感じるといいか。シドレシでミ、これはデモールとして考えましょう。デモールにとってミの音は書いてあるけど、ね、第2音としてミでソっていう音が第4音としてちょっと左手にもはい、ここは e マイナー2度の和音、サブドミナント系。そうだからシレファラーっていうこのね、ここの22の2拍目あたりも C、 なんか第6音の和音があるから、6の和音じゃ6音があるからサブドミナントだというふうに感じ取るという言い方にしていいですか。サブドミナント、これもサブドミナントでラシドラ、ここはラドミソの属七でトニカというね、一瞬の転調と言っていいかな。今日はそういうことにしとこうかな。デモールの3度調だっていうね、転調ではなくてファラドというのがそっかイコールデモールの3度の和音であるという、こういうふうにも考えることもできるけれど、まあそれは今のは余談として言っておきます。でも余談じゃ済まないんです。バッハは案外ね3度の和音っていうのを使うんですよって某先生がおっしゃってたので、はい、というわけでデモールのサブドミナント長調のドミナントトニカになるかな。あれでもまだどこ行くんだろう。サブドミナントからのドミナントトニカでまだ終わらないドミンで、これはねデモールの第4の音ってね、もう一回上書きしよう。4の音になってね、ファレサレレシレソファ右、この左手大事だよな。で C の音は第6音で書いてありますけど G マイナーというね、はい、和声に、ね、和音になってるかな。で行く先がやっとねここで F ドゥアに戻っ
たわけです。F ドゥアのドミナントトニカ25小節ですね。でだけどちょっと早く言わせてもらおうかな。この g マイナーソシレっていう和音はねデーモールのサブドミナントヨドの和音でありながら、F ドゥアから数えた時には2度の和音というふうに考えることもできる。だからファレシレス、ここのねサブドミナントにもう一度ちょっと盛り上がりながらも、これは F ドゥアの2度という役割にもなっている。ここでのエンハーモニック転調というのも感じるといいかな。まあちょっと書いちゃおう。転調をここで感じましょう。というわけでここに F ドゥアっていうふうに書いてていいかなと思います。エンハーモニック転調がとってもスムーズに使われている曲です。はいはいはい。それでちょっとね、せっかくだからこっちの書いてない方の楽譜に戻ります。もうね戻ってるはずだから4足せばいいんだな。だから今のはねどこだったっけな、ここですよね。ちょっとね音が違うのが面白いんですけれどね。わかります？ね、ドシャープがついている。これがね、変化したの。これが変化した音。まあいいや。ですね。こっちにしなきゃよかったか。行ったり来たりごめんなさい。不手際で。やっぱこっちの方が、もういいや。2回同じこと言うのは面倒だから。ここで問題ですね。ミドラ。ここなんだよな。困ったな。ベードゥアへの転調というふうに考えるならば、ね、ファラドミーから、よいしょ、同じことです。はい。ここ、ファラドミーの、この和音について最後考えましょう。ファラドミーは F7。その前が、F メジャー、トニカ。トニカという、よいしょ、棒一本多い。消せるかな。トニカ。トニカだった F ドゥアのね、F ドゥアの、はい、5ノート、ドミナントとトニカ。ファラドミなんですよ。で、レファミファ、レファミファ、シレファ、ララララシレドレシレラまあ、ベードゥアで考えていいかな。もう、冒頭にやりましたよね、この形は。冒頭のね、この登っていて4小節やりましたよね。ここです。ここと類似してる、こうしてるって言っていいから、とにか初めて6の音になって転調したよっていう話がありましたね。それと一緒っていうことに考えましょう。レファミファね、もうトニカにしちゃおう。トニカでシレソレシレソレね、シの音が1っていう風にもう今言っちゃおう。でソシラシシドレミファソールの音が第6音であり、先ほどなんて書きましたっけ？どこに書いた？これか。これですね。6度の和音。まあもうここでいいや。6イコールこの曲は最終的にF ドゥアで終わります。もちろんですよね。なのでイコール F ドゥアのソシレっていう G マイナーという音は2の音になっているよという。よいしょ、2箇所見えるかな。同じですね。こうやってもう一回ね、同じことを繰り返していると、ただちょっと違う調でね。でも目指す先はこの曲の主張であるね、F ドゥアの主張で、そうか、青でいいのか。もうね、よし戻るぞと主張
だからこの時点で24小節だと思いますね、皆さんの楽譜だと。主調に戻ったかなと思ったら、このベードゥアーへね、このファラドミっていう音で、なんと、家族調という調にね、もう最後に使おうとしてるのかな、バッハは。そういういろんな調へ転調するから、バッハは難しいですよね。でもね、こうやって勉強して音楽を分かるようになっていきましょう。ベードゥアのでもな、ベードゥアミもうせっかくだからもう長い時間かかってるけど、私はもう一個別のことも考えている。あるいはなんですよ。困ったな。いや。F ドゥアーとして、面倒なこと言い始めちゃったかな。ここはね、私はなんかね、淀町の F ドゥアーの、さっき前にやったんですけどね、淀町の5度からのサブドミナントへの転調。ここで言ったのかな。8、9小節において言いましたよね。このパッとね、転調、ここで間で転調してしまうんじゃなくて、ここは、わかります？8、9小節。ね、間で一瞬 F ドゥアを入れるっていうんじゃなくて、セイドゥアのまま考えると、ここはね、淀調のこと淀になるっていう。ね、セイドゥア、F ドゥアに戻ったじゃなくて、ヨドドミナントっていうね。これ長い場所なので、ベードゥアでも全然いいですけれど、もしかするとこれは淀町の5度からの F ドゥアのサブドミナントであるというそういう考え方もできます。私は結構こっちで勉強しちゃってたかな。でもな、族長っていうのも、これはね、どっちでもいいです。絶対ではないです。まあ、ここで F ドゥアにも安定させちゃうというね。まあ、今のは難しい話だったから、もう、ベイドゥアでも、ヨドでもどっちでもいいかな。で、族七と、トニカとヨド町のゴドドドロ一周しとニーと、おしまい。あとはね、さっきと同じです。あと書いちゃいますよ。わからなかったら止めながら、見てくださいね。先ほどやったことと同じです。はい、もう F ドゥア、最後はね。先ほどやったっていうのはどういうことだ？ソ、ミシスト、どれだ7小節から先。7、8、9、10、11、12小節と。これと全く調は違うけれど同じことを書いていきたいと思います。だからミッドソミシストが C セブンスであり、属7、ドミナントの7であると。で、ドレドシラ、ドミソシ、C セブンスデラシラソファ、F になってファソファミ、ルファソファミ、ファラドミの F セブンスが現れて、シレファーの B フラットになる。これはベードゥアへの転調とは考えないで、F ドゥアね、ファラドがトニカだったものにファラドミってつく。ね、トニカにが属七になるっていうのは、淀町の5度だというふうに、そういう考え方をして、そういうちょっとね、これ裏技ですけど、こう、淀町の5度について。わかりにくかったら何度か聞いてください。ね、淀町の5度で、ここが淀。まあ、ドイツ風に大文字 S と書かせていただきます。そっか、さっきは4って書いたのか、これ。まあ、どっちでもね、いいんですな。ソファ、ミファミレド。で、ここがドミナントになって、
ミファミレね、C セブンスドミソシという和音になってるわけですよね。属七からのちょっとだけトニカを感じる。ヨド調の5度はこれ大事で、ラシラソファ、ここは1の音で終わってると思いきや、義手詞をちゃっとしてると言っていいかな。で左手が6の音にカッコ6で4、2って降りていくんですよね。2でドシラシドドファラっていう第5音の上に、一度の2点っていうトニカみたいに見えるのはトニカではなくてドミナントの四六というふうに大事に考える。でもちろんここはもうおしまいとなりますでここに四六があるからこそちょっと私はここにこの終わり2小節に、非常に複雑ではありますがこの四六は大事だけど、このね3拍子の中に2拍子的な音楽的な要素が入っている。でも3拍子としても機能している、その両方あり得るというね。でもここの1拍目にねやっぱり123右手だけ見ると本当にね3拍子に綺麗になってる。左はファミレミレドシドシラサラサドシラシド、このヘミオラはねもう裏技です。裏の要素音楽性として。はい、一気に書いたぞ。これで良いにしようかな。はい、いきなり終わってしまった。勉強完了でございます。1時間26分。思ったよりも時間が経ってない。プレアンブルムとして弾いてみましょうか。デブファイアラララでも待ってさしてらでくる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 転調して新しいドミナントからヨド調の5度ドミナントギリッシュシと、ちょっと複雑なことがあったかな。で転調してすごいなこれは。でちょっとねだいぶちょっとヨドなのかトニカベードゥアなのかどっちだろうな、わかんないや。で属七、これはもうヨドと和声を一応全部勉強して、よしこういう音だったなっていうことをもうテンポで弾いてる時にはね一瞬でそれを感じ取るしかない。あるいはうまく感じ取れなかったらそこを、勉強し直すというでもこうやって分かっているっていうことは非常に音楽をする上での、大事ななんて言ったらいいのかな。よしこういう和声だ、こういう盛り上げをするぞ、狙っていく、それを感じ取って、そして奏でるように練習を積み重ねていくというね、知性を使っていっぱい今日考えました。それを感じ取りましょう。感性がもう大事。そしてそれを弾くためには練習しなきゃいけない。技術も必要。知性、感性、技術の3本柱で当クラシック音楽道場のロゴがない図を消しちゃってやる。はい、というわけでここですね。これクラシック音楽道場はこういった3本柱を掲げて、もう十何年前から道場やっております。一緒に勉強したいという方、レッスン受けたいという、今道場はもうオンライン上でしか、こうやって YouTube 上でしかやってないんですけれど、リアル道場はねコロナ禍でストップしてしまって、それから YouTube へと切り替わったんですけど、でもね YouTube の方がね大勢の方に見ていただけるので、ここは大事な私の仕事の場となっております。本当にねこれからも頑張って、ご要望あればインベンションも全部やっていきたい、シンフォニアも全部やっていきたい。
ベートーベンの32曲もある、全部で90楽章ぐらいあるんじゃないかな。90動画、何年かかってでも全部ベートーベンもやっていきたいと思います。その他にもね、気が向いたらいろいろ名曲を取り上げたりも、リクエストもね、ちょこちょこコメントでいただいててありがとうございます。もし休養でね、どうしてもこの曲の和声解析知りたいという方は別個でお問い合わせください。そこでね、そこでその和声解析をとしてこうレッスンないし、こう楽譜に私こう書き込み、この書き込み方ですけど、書き込んでそのデータをお送りするという、そういうサービスもそういった仕事もレッスンもしておりますので、そういうのは概要欄にレッスンのご案内あると思います。そちらへどうぞね、お問い合わせくださいませ。いや、思ったよりいっぱい喋ることになって F ドゥアですが、最後まで本当にご視聴いただきありがとうございました。1時間半の動画、まあまあかな。途中すごく時間かかったけれどでも最後が早く済んだのかな。本当に皆様、本当に最後までありがとうございます。どうかね、サポーターズクラブへのご加入もメンバーシップってことです。どうぞお考えくださいませ。はい、名残惜しいけれど以上にてもう取り留めないから失礼いたしますね。他の動画でもまたお会いしましょうっていうかご覧くださいませ。